結婚相談所がどのくらいハードモードなのか、税理士が教える。皆さんこんにちは、ファイヤー税理士のあきです。突然ですが質問です。低時金で始められる在庫不要、 AI にも奪われないと言われたら、どんなビジネスを思い浮かべますか？実はこれ全部結婚相談所ビジネスの宣伝文句なんです。今回は結婚相談所ビジネスの不都合な真実というテーマでお話しします。特にフランチャイズで始めようとしている方はこの動画を見てから判断してください。後悔するかどうか変わるかもしれません。結論、構造的な欠陥があります。まず最初に結論をお伝えします。結婚相談所のフランチャイズ経営は構造的な欠陥があるため、ほぼ確定で厳しい茨の道になります。ほぼ確定なんて言い切り方強いと思いますよね。でも税務と経営数字を何十件も見てきた立場から言うと、これはかなり保守的な表現です。なぜそう言い切れるのか、一言で説明します。頑張れば頑張るほどじわじわ沈んでいくビジネス構造だからです。どういうことか順番に説明していきますね。そもそも結婚相談所はどうやって儲けているのか、まずビジネスモデルの基本から整理しましょう。税理士として決算書を見る視点でお話しします。結婚相談所の収入源は主に3つです。入会金相場5万円から10万円程度、入会時に一度だけもらえる、いわば初回購入です。月会費相場1万円から2万円、月会員が在籍している限り毎月入ってくる、これがいわゆるストック収入です。成婚料相場20万円から30万円、会員が結婚相手を見つけて退会するときにもらえる成果報酬です。これだけ聞くと安定したストックビジネスで成果報酬もある、いいビジネスじゃないかと思いますよね。私も最初にモデルを見たときそう感じました。でも決算書を見ていくとある数字が引っかかってくるんです。最大の罠、成功するほど売り上げが消えていく。ここが今日一番重要なポイントです。成果を出せば出すほど顧客を失う。会員が結婚に成功して退会することはカウンセラーとして最高の喜びのはず。でもビジネスの数字で見ると、毎月安定して入ってくるはずだった月会費が1件消えるということです。月会費 1.5 万円として会員が10人退会すると月15万円の収入が消えます。年間で180万円です。でも成婚料が入るんじゃないのという声が聞こえてきそうですね。そうです、成婚料は入ります。1件25万円として10件で250万円。でもこれは一時的な収入です。翌月からその人たちの月会費はゼロです。この穴を埋めるために毎月新規会員を獲得し続けなければならない。これが経営の実態です。顧客満足度を上げると収益基盤が削られていく。普通のビジネスではありえないこの矛盾が結婚相談所の本質的な欠陥です。フランチャイズ特有の地獄集客は自己責任。ここまでは相談所ビジネス全般の話でした。フランチャイズになるとさらに問題が重なります。フランチャイズに加盟する最大のメリットは何でしょうか？大手の会員データベースにアクセスできることです。自分のお店の会員だけでなく全国の会員とマッチングできる。これは確かに強みです。でも肝心の集客は 100% 自己責任なんです。加盟店が払うロイヤリティは月数万円。見た目は安い。でも問題はそこじゃありません。今の集客の主戦場はどこかわかりますか？ペアーズ、お見合い、ウィズ、タップルマッチングアプリです。月額数千円、スマホ1台で始められる。年齢層も幅広くなっています。このプラットフォームたちは莫大な広告費をかけてテレビ CM まで打っています。個人の加盟店がネット広告でこれらと戦うには月数十万円の広告費をかけ続けることが前提になります。入会金10万円もらってもその月の広告費でほぼ消える、あるいはそれ以上に消える。これが現実です。さらに言えばフランチャイズの看板があるからといって SEO で上位表示されるわけじゃありません。地域でどれだけ信頼を積み重ねられるか、実質的に個人の力量と資金力に委ねられています。税理士として見た数字の現実、ここで少し税務会計的な視点から整理してみます。結婚相談所フランチャイズの初期費用は加盟金、研修費、開業準備費などを合わせるとおおよそ100万円から300万円が相場です。損益分岐点を簡単に計算してみましょう。月会費 1.5 万円、カネーズ20人、月30万円の売上、家賃通信費、システム費、ロイヤリティなどの固定費、月15万円から20万円、広告費
月10万円から30万円、集客状況による。最低25人の会員が常時在籍している状態が損益分岐点です。これを見ると、広告費を削ったら新規が入らず、広告費をかけたら利益が出ないというジレンマが数字で見えてきます。キャッシュフロー的にも厳しい。入会金は先にもらえますが、成婚料という大きな収入は会員が結婚できた時という不確定なタイミングに依存します。固定費は毎月確実に出ていく。この時間軸のズレが経営を圧迫していきます。まとめ、参入しやすいビジネスほど維持が地獄。今日お話しした内容を整理します。結婚相談所フランチャイズには構造的に3つの問題があります。成功するほど顧客が減るジレンマ。Jコン大会で歴会費収入が減り、常に新規獲得が必要になる。集客コストが収益を圧迫する。マッチングアプリ全盛の時代に個人加盟店が戦うには莫大な広告費が必要。フランチャイズの恩恵は限定的。データベースは使えるが、集客、信頼構築は自己責任。ブランド力は思ったより借りられない。参入障壁が低いというのは、裏を返せば誰でも始められる競争に飛び込むということです。そしてそのビジネスの維持コストと集客難度は参入しやすさとは全く比例しません。これって他にも似た構造のビジネスってあるんじゃないのと思った方、鋭いですね。今後はそのあたりも含めてストックビジネスの見分け方についてお話しする予定です。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録しておいてください。税理士の視点でビジネスと税務の裏側を忖度なしにお伝えしていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ファイヤー税理士のあきでした。